ターン A ガンダム、愛称ホワイトドール、白ひげ、分類モビルスーツターンタイプ、形式番号、システム 99、CC 以前、WTM1、ミリ車編入時、全高 20.0 メートル、重量 28.6 トン、稼働重量 17.5 トン、主動力 DHGCP、縮体路 ×2、ジェネレーター出力推定、27000系。装甲材質、フェラタ、初速イングレッサミリ社、主なパイロットロランセアック、概要、アメリア大陸イングレッサ領のビシニティ近郊にあるマウンテンサイクル、アーク山に眠っていた黒歴史のモビルスーツ、ディアナカウンターの襲来に呼応するように起動し、その場に居合わせたロランセアックによってミリ社の戦力として運用された成人式の心臓として祀られていたホワイトドール像から出土したため、ミリ社からは像の名前にあやかりホワイトドールと呼ばれている。また特徴的な頭部チークガードからヒゲの機械人形、ヒゲと呼ばれることも多かった。後にコレンランダーがこの機体をガンダムと呼び、ロランがコックピットで見つけたデータパッドにターン A と読める記号が頻繁に現れることからターン A ガンダムとも呼ばれるようになる。その正体は遥か昔の地球の文明を月光町によって破壊した最強クラスのモビルスーツターンタイプに分類される機体であり、同じターンタイプ MS であるターン X の技術を元にして製造されたとも言われている。短期での作戦行動をコンセプトに設計されており、全ての戦闘局面において圧倒的な性能を発揮するとされ、ドックデバイスオペレーションコントロールベースと呼ばれる施設の連携によって一つの強力な戦術システムとして機能するよう設計されている。動力は多くの機体に採用されている熱核融合炉ではなく、縮体炉を脚部に2機搭載しているとされる。装甲はナノスキンと呼ばれるナノマシン製の装甲材で覆われており、分子レベルで常時機体の自己修復を行うことが可能。一説には機体の一部とナノマシンさえ残っていればパイロットも含めて完全再生が可能なほどと言われている。アイフィールドで機体を覆い、そのアイフィールドで機体を動かすアイフィールドビーム IFB 駆動によって機体を動作させており、アクチュエーターやジェネレーターにスペースを取られることがない。そのためヒンジやフレームなどの躯体そのものが構造材や装甲を兼ねた構造となっている。 IFB 駆動の恩恵によって上半身はマルチパーパスサイロと呼ばれる多目的武器庫となっており、戦術ごとに内装するデバイスを換装することが可能。スラスターは下半身のスラスターベーンと呼ばれるマイクロエンジンを内蔵する超小型推進機を装備した2次元ノズルの集合体に集約されている。その構造は重力下での完全な飛行はもちろん、宇宙などの無重力空間においてもスラスターとして機能するが、ガンダム全体としては力場あるいは空間そのものに干渉するかのような挙動も示しており、実際の最高速度や稼働環境など真の限界性能については不明。しかし大気圏離脱可能な間を押し戻すだけの推力を秘めており、そのスペックは通常のモビルスーツとは一線を画することは想像に難くない。コックピットは股間部に備わっており、両サイドの走行を兼ねた推進装置とともに緊急脱出用のコアファイターとしても機能する。機体の制御はコックピットシートに配されたスパインパルスセンサーがパイロットの意思をピックアップすることでコントロールされる。コアファイターの代わりに相撲のコックピットでも運用可能であるが、一部の機能が制限される。機体の頭部はセンサー類の集合体であるとともに機体制御の中枢であり、ナノマシンの制御も司っている。異常時にはその作用を機体外に放出する機能も持ち合わせている。全てのガンダムタイプモビルスーツの終着点にあるこの機体は黒歴史最強のモビルスーツであると同時に最強のガンダムであるが、劇中では本来の性能の 30% ほどしか発揮できていなかったと言われる。操縦者偶然乗り込んだロランセアックは以降同期のパイロットとしてディアナカウンターと戦いを繰り広げることになる。ロランが戦闘を望まない優しい性格であったこともあり、戦闘以外の用途にも用いられており、橋代わりに用いられたり家畜の運搬選択に動員されたこともある。装備機能特殊機能 IFBD アイフィールドビームドライブ、機体の周囲をアイフィールドで覆い、アイフィールドを制御することで機
体を稼働させる駆動システム。この駆動方式によりアクチュエーターやジェネレーター容積が軽減され、内部の空間をマルチパーパスサイロ等に割くことが可能になった。またアイフィールドそのものはビームの他に実体弾や衝撃波を防ぐことができる胸部マルチパーパスサイロ IFBD によって生まれた胸部スペースに設けられた多目的武器庫。武器庫とある通り戦術によって武装を搭載するスペースであるが、劇中では家畜の運搬などに使用された。設定上ではドックベースと呼ばれる施設から武装の転送が行われるとされる。ベース自体はビシニティの地下に存在していたが、経年劣化により機能を停止していた。コアブロックシステム。緊急時にはコアファイターで脱出可能。コアファイターはフロントスカートが主翼となる武装。ビームライフル。重金属粒子を固有振動によって収束し発射する強振粒子砲。リフェーザー砲。大気圏内や水辺でも威力の減衰が起こらない高出力を有する。高出力で使用する際には重小部分をスライドさせ内蔵された回転式グリップを使用する。このモード変換は機体本体とのデータリンクにより内蔵デバイスが判断する。この操作を行わずに使用するとビームの収束装置が損傷し、最悪の場合ライフル自体が使用不能となるばかりか重心が爆発し機体そのものが被弾する場合がある。ホワイトドール像から出土した際に装備していたが、ナノマシン保護が不完全であったことと経年劣化によって発砲後方針が融解し使用不能となった。その後同型の装備が発掘されるまでガンダムは無手の状態で戦うことが多かった。ビームサーベル。背部のプラットフォームに2機格納されている近接格闘用の斬撃兵装。先端から高温高圧のビーム陣を発生させ対象を溶断する。ビーム陣の形状は戦闘の局面に応じて調整可能だが、特別な操作を行わない限り基本的に刀剣状のビームが形成される。出力調整機能と合わせて運用の幅は広く、2本合わせることで刀身を伸ばすことができるほか、手首を回転させれば簡易的なビームシールドとして防御にも用いられる。シールド。機体の投影面積の大部分を防御する楕円型のシールド。物理的な重力加速度の減免や熱の伝導を遮断する構造など多様な攻撃手段から機体を守る複数のレイヤーが貝殻のように集積している。各構造部材の活性状況にもよるが自己修復機能も備わっている。ただしこの機体の防御は究極的には月光町に依存しているため強度はそれほど高くはない。ミサイル。マルチパーパスサイロに内蔵可能な誘導弾。コアファイターの翼下にもサイズが合うものを装備できたが、こちらは応急装備程度でしかない。腹部ビームキャノン。ビームドライブユニット。胸部マルチパーパスサイロに収納された広範囲拡散ビーム砲。マルチパーパスサイロのデフォルト装備であり、アイフィールドに打ち消されない特徴を持つ。ガンダムハンナー。ビシニティコヤ地下のドックベースから出土したトゲ付き鉄球。形状はファーストでガンダムが使用していたものと同一。推進用のロケットブースターが内蔵されており、トゲや鉄球部分を炸裂させる機構も備えている。アイフィールドを展開して敵機体の駆動系に干渉することも可能。対 MS 無力化兵器。詳細不明。本来のシステム構想で背部兵装パレットに装備される予定だったデバイス特殊兵装。月光町。背部ベーンからアイフィールドでナノマシンを広域散布し人工物の分子結合を破壊し砂状に分解する。過去にはこのシステムによって地球文明を文字通り分解した。ビーム等のエネルギーを分解し吸収する能力を持つとされるほか、地上で使用した場合は副次的効果として大規模なハリケーンが発生する。コクピットがターン A のものでなければ完全に能力を発揮できないが、相撲のコクピットで対応した状態で使用しても地表に甚大な被害を与えている。その他ミンチドリル。もともとイーゲルが打撃武器として用いていたもの。核弾頭ミサイル。ゴストマウンテンから発掘された核弾頭ラルカゼノアから破棄するよう託されマルチパーパスサイロに格納。以降ドランはミリシャと行動を共にしながらこれを破棄するために行動した。月に落下するミスルプの残骸の破壊に用いた。ミサイルのサイズはマルチパーパスサイロの規格に適合しないため振動などで起爆しないようサイロに土を入れて固定していた。出典。ガンダム MS ガンダム2機。